こんにちは。今年も暑い夏がやってきようとしていますが、この夏でもね、キャンプに行かれる方も結構多いのではと思いますので、僕がやっている夏キャンプの、暑さ対策だったりだとか、どういう道具を使ってるだとか、あと虫対策だとかね、その辺のやってることがあるので、参考になる点もあるんじゃないかなと思いますので、ちなみに今回ですね、新しい道具を結構持ってきてて、まだ皆さんにはお披露目してない動画も結構あるので、その辺もご紹介しながらですねやっていきたいと思いますので、ご覧ください。ということで、夏、一番僕が夏まで一番重要だと思ってるのはやっぱり場所選びだったりするんですね。やっぱ場所がどういう場所かによって、暑さもものすごく変わってくるので、例えば平地で、関東で平地でって言ったらですね、昨今の夏は普通に35度超えるような気温になることが多いんですけど、基本的にはそういう場所には夏は行かないようにしています。だから7月から9月ぐらいまでの間はなるべくですね、そういう平地よりはちょっと標高があるところ、よく言われているのが、標高が 100m 上がるだけで 0.6 度気温が変わってくるって言われているので、例えば 1000m のところだと、平地が35度だったとしても、29度とか28度ぐらいになるよっていうのが言われてるんですね。だから場所選びとしてまず、標高の高いところを選ぶっていうのはまず大事なんじゃないかなと思います。で、あとプラスしてですね、あとは木陰がある場所の方がねやっぱり涼しいは涼しいので、森みたいなそういう林間サイトみたいなキャンプ場を選ぶっていうのも結構重要なことなんじゃないかなと思います。あと川とか流れてるね、そういう渓流沿いのキャンプ場っていうのもおすすめです。僕がよく行く道志だとかですねっていうのは、川が流れてるだけでですね、やっぱり体感の気温が何度か低くなるっていうところもあるので、そういう渓流沿いの林間サイトみたいなところが一番夏場はいいんじゃないかなと思っております。はい。なのでまずは場所選びはね、しっかりねその辺を考慮して選ばれると、快適に過ごせるんじゃないかなと思いますので、キャンプ場選びをしていただければなと思います。はい、さあ今から設営していくんですけど、今日も多分気温的には31、2度ぐらいあってですね、ギリギリいけるかなって感じなんですけど、暑いは暑いで、これから多分設営をしだすとですねめちゃめちゃ汗かくんじゃないかなと思うんですけど、結構最近ですね、ここ何年か、使われてる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、空調服っていうのを使われてると思うんですけど、今日初めてご紹介するのがこちらのオールドワークスフロンティアさんが、が発売している、T シャツ型の空調服で、これがですね、僕らの仲間でもある白マニさんと原野フィルムズさんがですね共同開発で関わっているということでが開発した、T シャツ型の珍しいこういうね空調服なんですね。で僕も含めて、結構空調服っていいのはわかるけど、なんかデザインがなんかちょっとね微妙だなって思われてる方も結構多いんじゃないかなと思うんですが、僕もだからそれがやっぱ引っかかってですね、なかなか手を出せなかった。でこれがですね、なんと本当見た目全く T シャツ型の空調服なんですよ。僕としては見た目的にこれだったらいいじゃんみたいな、いけるじゃんみたいな感じで、さすがやっぱ白マニさんと原野さん関わってるだけあってですね、その辺のデザインにはものすごくこだわっていて、普段今までの空調服らしからぬ空調服を作ろうということで作られたのがこれらしいです。で機能ももちろんバッチリでですね、空調服のパイオニアと言われている株式会社空調服との共同開発らしいので、空調服としてももう性能はもう問題ないと
色もホワイトと、カーキが他にもあるそうなんで、僕はブラックにしたんですけど、でサイズも SMLXL とこの辺も選べるよって感じらしいです。僕何回かここ試させてもらったんですけど、着た時と着ない時の差は歴然だったんで、これを使って今日は設営をしていきたいと思います。これね、こんな感じで、いや全然見た目 T シャツなんで全然いけますよねこれ。はい。でこれをスイッチ、風がふわーって倒ってる感じですね。いやこれはいいかもしれん。今までの空調服で、躊躇してた方はですね、これめちゃめちゃいいんじゃないかなと。もうファーって入ってますね。かなり涼しいですねこれ。はい、普通の T シャツだったら多分これ設営終わったらびっしょびしょになってると思うんですけど、これなら多分問題なくいけるんじゃないかなと。これで空調服着てがもう万全な感じなんですけど、で今日もそうなんですけど、一応日陰はあるんですけど、これが日の角度によってまた日陰が動いたりとかする場合もあるので、やっぱり夏必ず使った方がいい道具の一つとしてはやっぱタープは必ず、使われた方がいいんじゃないかなと思います。タープの種類もねいろいろ、軽量のものから、それなりに、TC だったとか、あと遮光系のものだとかいろいろあると思うんですけど、僕がおすすめしてるのはやっぱ遮光系のタープを使われると全然違うと思いますので、今日はですねいつものマック1貼っていきたいと思いますので、今から設営していきたいと思います。はい、ということでタープ貼り終わりました。ここまでがちょっときついんですけど、ここまで一気に頑張ってですね、とにかく日陰を確保するのは結構大事です。やっぱずーっと日に当たった状態だとですね、やっぱ熱中症のリスクもものすごく高いと思いますので、まずはタープを張ってから、でこっからはもうゆっくりやっても大丈夫なので、休み休みですね自分のペースで設営していけばいいんじゃないかなと思います。でこのマック1なんですけど、やっぱりねその遮光がすごいので、とにかくね影が厚いんですよ。一説によると普通のタープを使った時よりも5度ぐらい体感気温が低いって言われててですね、それぐらいだから違うの。5度って言ったら結構違いますから。で最初は結構躊躇してた方もね、やっぱ買ったらやっぱこれ以外のタープは夏使えないねっていうことでおっしゃってる方も結構多いので、値段は結構するやつありますけども、すると思うんですけども、こういったマック1だとか、あとマック5だとかですね、あと他のメーカーさんからも結構いろいろ出てるので、遮光系のタープを使うのはですねものすごくおすすめじゃないかなと思います。はい、ということで残りの設営やっていきたいと思います。なるべく日陰で、とにかく体力奪われないのが夏のキャンプでは最重要課題ですので、とにかく日陰で作業をするというのは心がけていただければと思います。座ってが基本です。でこちらも新道具アイスコのですね APL35 ブラックポータブル冷蔵庫ということで、僕が最近上げた動画でですね、視聴者さんがこの冷蔵庫を使っててですね、それは確か、シルバーのねモデルだったと思うんですけど、これがですね今までの冷蔵庫にはないなんかスタイリッシュでですね、これかっこいいなーって思ってたらですね、ちょうどアイスコさんにちょっとやり取りさせていただいてこちら提供していただきました。これがですね、まず冷蔵庫と冷凍庫が
一緒になってるモデルで、保冷庫が2つついてるっていうのが、大きな特徴で、冷蔵庫と冷凍庫だったりとか、両方とも冷凍庫にすることも、両方とも冷蔵庫にすることも可能っていうね、なかなかハイテクのモデルで、 APL20 っていうね、僕が以前、取材させていただいたのが APL20 ってモデルで、これより一回りちっちゃいものなんですけど、とにかくこの唯一無二のアルミ、パッと見アルミボックスみたいな感じですけども、この見た目がね、とにかく冷蔵庫っぽくなくて、なんかちょっと生活感もあんまないモデルで、これちょっといいなと思って選ばせてもらいました。で、一応こちらのブラックモデルは6周年記念の限定カラーらしいので、もしかしたら数量がなくなったら終わっちゃうのかもしれないです。この辺ちょっとまだわかんないですけど、はい。で、2室独立の温度制御ができるっていうことで、やっぱり夏場って気になるのはクーラーボックスもね、中に入れてるものが生ものが特に、夏場の暑さでやられてしまって、うっかり日向とかに置いといたらですね、一瞬で、中の保冷剤とか溶けてしまって、中のものもぬるくなってしまってね、これ食べられるのかなみたいな不安になってしまうこともあるかとは思うんですけど、やっぱこの冷蔵庫っていうのは、そのポータブル電源だったりね、そういったものが電源がずっと確保さえできれば、中の温度管理っていうのは、間違いないよっていう感じですね。スマホにアプリを入れることができるので、温度の状況っていうのを逐一、自分の手元で確認できるっていうね、これはめちゃめちゃ便利なポイントなんじゃないかと思います。で、ここで全てその温度設定とかも容易にこう変更ができるので、こっちは冷蔵庫、こっちは冷凍庫みたいな感じでできます。今だから冷蔵庫の方が2度で、冷凍庫の方がマイナス12度になってるって感じですね。はい。このモードも選べて、エコモードだとかね、こういう風な感じで、バッテリーの消費を抑える感じにしたりだとかいうのもできます。もちろん本体にもついてるので、ここのパネルをこう触ってもらえれば、これでここ左が、左側の冷室で、こっちが右側みたいな感じで設定を変えることも可能です。で、これがいいのはですね、蓋がですね、こう勝手には閉まらないと。結構こう、なんていうんですか、パターンと閉まるようなモデルが多分多いと思うんですよ。縛らないで止まっててくれるっていうのが、これはいいですよね。要はこれで、なんか取ってるのに閉まっちゃったりとか、押さえながら開けとかなきゃいけないっていうのは結構クーラーボックス多いですけど、それも全部止まっててくれるので、取り出しやすかったりとかするっていうのもいいポイントの一つなんじゃないかなと思います。これもこんな感じで入ってますけど、右側が冷凍庫、左側が冷蔵庫みたいな感じで、こういう風に入れてます。容量的には35リットル入る容量なので、ファミリーキャンプとか、そんな中でも、この大きさだったら、1日とか、それぐらいだったら、1泊ぐらいのファミリーキャンプだったら全然余裕で足りるんじゃないかなと思います。氷どうですか？全然溶けずに。今日はちょっとアイスなんて持ってきてみたりして、キャンプでアイス食べられるのかね、結構夢じゃないですか。その辺もこのボックスなら可能だっていうね、これはいいポイントなんじゃないかなと思います。今日は専用の、バッテリーをで使ってるんですけど、半日とかだったら全然これだけでもいけるんじゃないかなと思います。で、このモバイルバッテリーいいのが、これがね、このモデルだとここに磁石でくっつくよっていうね感じで、ここにペタッとくっつくので、その辺もいいポイントの一つなんじゃないかなと思います。本体の大きさ的にはちょうどフィールドバック、少し溢れてますけど、全然問題なく乗るぐらいの大きさなんじゃないかなと思います。横もこんな感じで、スタイリッシュですよね。これね、ほんとね、アルミのコンテナみたいな感じで。さあ、こちら新道具3つ目、ヒルズフィールドのクロスワンですね。今話題のテントで1回ですね、先日発売されたそうなんですけど、なんかもうサーバーが落ちるぐらい、アクセスがあって結構買えなかった方も多いらしいんですけど、また近々再販する
予定らしいんですけど、このクロスワンを今日はね貼っていきたいと思います。まあめっちゃちっちゃいですよね。約3キロぐらいなんで、まあ手軽にバックパックでもいいし、車ならなおさらいいしみたいな感じで使えるようなテントになってますね。でポールとグランドシート、あとペグなんかも付属されているので、これ全部ワンセットあれば、テントとしては使えるかなっていう感じです。なんで僕がこれを夏で向けで押させてもらってるかっていうと、とにかく設営が簡単なんですよ。今からやりますけど、やっぱりね、夏場っていうのは設営とかに時間を食うとですね、それだけでもう体力奪われちゃうわけですよ。だからとにかく省エネでやるためには簡単なテントを使うっていうのはマストだと思います。とにかく簡単な道具を、簡単なテントを使ってもらって、でエネルギーを使わない、消耗しないようにやるっていうのはすごい大事で、テントの中で多分過ごすことって夏場ってものすごく少ないんですよ。僕なんか本当寝る直前まではずっとタープの下にいて、寝る時だけテントの中に入るっていうような感じが多いので、だからテントの中の大きさとかっていうのはあんまり夏場は気にしないんですね。むしろだからちっちゃくて張りやすいコンパクトな膜を使ってもらった方がいいのかなって思ってます。ということで、インナーとグランドシートつけちゃいました。普段はだからこの状態からスタートするって感じなんで、今から設営の方ねしていきたいと思います。まずは広げると。で下と上あるんで、これがクロスするので多分クロスワンっていう名前だと思うんですけど、ポール長さの同じものが2本あるので、これをとにかく最後まで行くとこまで行くと。でそうするとですね、あっち側がもう止まるようになってるので、そこまでポールを押し込むと。で入れたら、この内側ブーツついてるんで、ここに入れると。で反対側も同じ感じです。スリーブがあるので、スリーブの中に入れていくと。でもこれ立ち上げちゃって、で最後までいったらここを止める。止めて完了。めちゃめちゃ簡単ですよ。多分1分かかんないぐらいでできるんじゃないかな。何度も言ってますけど、とにかく簡単なテントを使うっていうのがすごい肝になってくると思いますので、夏場は、こういうような簡単に動かせるし、設営撤収も簡単なテントを使ってもらうといいんじゃないかなと思っております。こちら片面は全面メッシュみたいな感じなんで、通気性もいい方なんじゃないかなと思ってます。強いて言えば裏側もメッシュになってればより良かったかなと。ですけど、寝るだけなんで夏はこれで十分なのかなと思ってます。はい、3つ目かな、ヒルズフィールドのクロスワン、夏におすすめの道具です。でこれも夏おすすめのキャンプ道具、キャンプ道具じゃないですけど、アイスのナイスキングね、これもおすすめです。何かっていうと、これをT シャツとかに吹きかけることによって、これにスーッとする成分が入っていて、これを衣類に吹きかけることによって涼しく感じるっていうものです。で意外とですね、これ侮れなくて、これを T シャツとかにかけとくだけで、風が吹いただけでですね、結構涼しく感じるっていうね、
あとね、いい点は匂いとかのそういう消臭にもつながる成分も入ってるらしいので、ミントの香りがしてね、めちゃめちゃ爽快な感じになると思いますので、これもおすすめです。アイスのアイスキングです。こう目に入んないようにね、気をつけた方がいいです。これも肌には直接はやめた方がいいと思うんですけど、でも全然体感が大涼しいっていう感じになるんで、これもおすすめです。だいぶ涼しいです。やっぱこれね、プラスしてこの空調服も効いてて、ずーっとこう中で涼しいのが回ってる感じがしますね。これはめちゃめちゃいい。使ってみてください。さあ、あともう一個ね、やっぱり体を冷やすってことで、こちらのファンね、こちらマキタのファンです。正式名はちょっと字幕で載せたいと思います。やっぱりですね、いろいろなところから出てるんですけど、僕的にはやっぱこれが一番使用頻度が高いなと思ってます。はい。で、元の色はですね、ちょっと緑っぽいマキタの、ブルーみたいな色なんですけど、これは D に頼んで塗ってもらったんで、塗ったっていうかなんか染めたらしいですけど、はい。で、あとはスノーピークから全く同じものでマキタに OEM で、スノーピークのやつも出てて、それは色がタンカラーみたいな、ここがタンカラーになってるやつもあります。はい。で、これ何がいいのかっていうと、やっぱりそのマキタの製品使ってる方は特にいいんですけど、このバッテリーがその使い回せるっていうのは良くて、で、このバッテリーの容量も結構大きいのが選べるんで、結構長持ちするんですよ。で、プラスして、このなんていうんですかね、風速3段階選べるんですけど、これがね、かなり強いんです。これが一番下、2番目、3番目みたいな感じなんですけど、真夏になってくると、本当ね、この3段目ぐらいやんないと、全く効かないですね。3段目ぐらいやんないと。だから僕、クレイモアとかのも使ってたりするんですけど、やっぱあれもちっちゃくてコンパクトになるし、あれもいいんですけど、やっぱ風力が若干弱い。やっぱね、本当暑い時にはこれぐらいの風力欲しいので、やっぱりね、僕が知ってる中ではかなり最高クラスの風力があるので、しかもこの首振りだったり、はい、こういう感じで自動の首振りも元からついてますし、であとはこのタイマーね、切りタイマーとか、1時間、2時間、4時間みたいな感じで設定できるっていうのもあるし、っていうので、なんか、いろいろ、何種類か僕作った中では、やっぱりこれが一番いいのかなと思ってます。はい。ファンどれがいいのって言われたらですね、僕は迷わず、このマキタのやつが一番いいですよっていうふうにお勧めしてます。真夏になったらやっぱこれ今日ぐらいないと本当に。で、テントの中とか、もう本当平地とかだともう全く暑くて寝れない場合とかあるんですけど、もうこれを直で、今日で、そのまんま、もう体に当てながら寝るとですね、なんとか寝れるみたいな感じなので、このマキタのファンは、おすすめですね。はい、ケースなんですけど、これもいろいろ探してたんですけど、最近いいの見つけて、アミカルシラフってフロットバーナーとかそういうケースでも僕使ってるんですけど、そこのケースがねぴったりこの入るというか、この厚みにもぴったり入るし、この空いたところにバッテリーもちょうど入るみたいなスペースがあるので、これ専用ケースが売ってないんで、何かしら探してみたいな感じでちょっと斜めにしてやればほんとぴったり入るサイズ感で、このサイズがこれアノバのケースですけど、アノバのコンテナね、よくあるタイプのコンテナのものですけど、ぴったり入るので、なんかバックインバックみたいな感じですけど、コンテナインコンテナみたいな感じで、こういう風な感じで収納できるので、これおすすめです。
はい、今ですね、日差し対策とか、あと暑さ対策ということでいくつかご紹介したんですけど、あとやっぱ夏結構気にしなきゃいけないのが虫ですよね。虫に関してはですね、やっぱり外なんで、虫の住処ですので、絶対いるので、こちらが対策しなきゃいけないよっていう感じなんですけど、さっきも言った通りですね、夏高原がいいっていうふうにお話しさせていただいたんですけど、高原1000メートル以上のところは結構蚊も少ないって言われてて、やっぱ虫が嫌な方は高原行かれた方が、虫も少なくて過ごしやすいんじゃないかなと思いますので、その辺も考慮していただければと思うんですけど、最初のアドバイスとしてはですね、僕は人のこと言えないんですけど、なるべく露出は避けるってことですね。長ズボンを履いて長袖をなるべく着るという感じですね。はい。で僕はどうしても本当暑がりなんで、いろいろいいやつ、山登り用のやつとか半袖のやつとか発汗するやつとかいろいろ使ってみたんですけど、やっぱり暑いんですよ。でその暑さにも耐えられなくなっちゃって、結局今半パン T シャツみたいなのが多いんですけど、だからもう刺されちゃったらしゃあないというぐらい割り切って僕はこの格好にしてます。でも刺されたくない方はなるべく肌の露出を減らすっていうのがまず一番最初の対策なんじゃないかなと思います。はい、でそれにプラスして虫除けっていうのを使っていただきたいと思うんですけど、それでまずおすすめしたいのがこのサラテクトね。で去年までとかこっちの有効成分 10% の方をおすすめしてたんですけど、最近というかこのリッチってやつ、これがですね有効成分が3倍ぐらい入ってるっていうね、ピートっていう成分が3倍ぐらい入ってて、効果の時間も長いよっていうやつなので、これ多分薬事法とかそういう薬機法とかで入れられる最高水準の濃度が入っているものなので、効きもこっちの方が全然いいので、こっちをおすすめしてます。注意点はお子さんにはこっちは使えないので、お子さんがいる方はこっちは今まで通りのこっちのサラテクトミストの方を使っていただきたいんですけど、大体ここに歌われてるのは8時間ぐらい持つって書かれてるのかな。だから今までのものよりは全然その長さも長い。だから逆にお子さんに使っちゃいけないってことは、だからそれなりにやっぱり肌にちょっとこう強い成分が入ってるってことだと思います。はい、いいのがブヨとかアブとかノミとかダニマダニとかにも効くし、でもちろん蚊だとかね、そういったものにも効果があるって言われてます。でこの30の方がですね、結構ドラッグストアでは売ってないこともあるそうなんで、見つけたら早めに買っといた方がいいのかなっていうふうに思います。サラテクトリッチ30、はい、今年の虫除けはこれがいいんじゃないかなと。一番は長袖着てかけるのが一番効果あると思います。はい、にプラスして、用意しておいた方がいいのが蚊取り線香なんですけど、今までは僕パワー森林香ってやつ使ってたんですが、シーズンも変わったんで新しく、皆さんもご存知かと思うんですけど、モンスーンってね、これもアースから出てる虫除けの、蚊取り線香なんですが、これはねもともとアジア向けに作られてて、あちらでものすごく効果が高いっていうことで、日本でも販売するようになって、数年経つって感じなんですけど、何がいいってとにかく安いです。これはですね100束入ってて、大体1500円ぐらいかな。1個15円ぐらいで、なので森林香はちょっと計算してそれは字幕で出しておきますけど、1個あたりの単価が全然違うんですね。で効きに関してもほぼほぼ変わらず、なんかアジアの蚊とか結構強そうじゃないですか。でそういったのにも全然効果があるって言われてるので、僕も実際にキャンプで何回か友達が使ってるのとかで使いましたけど、やっぱ効果高いなって感じてます。なのでこれで
蚊取り線香を使って、虫を寄せつけないようにするっていうのも、一つの対策ではいいんじゃないかと思います。あとね、以前紹介したヤブ蚊バリアとか、そういったのもいいんですけど、あれ若干ですね、効くは効くんですけど、コストは結構かかるんですね。あれ、結構1本買って1回分ぐらいでみたいな。で、1000円ぐらいしちゃうんで、結構コストはかかる。効果は高かったりするんですけど、なので、その辺本当に嫌な方はああいうの使ってもいいと思うんですけど、蚊取り線香で防ぐっていうのが、はい。で、これ安いんで、4箇所ぐらいにこれを結界みたいに貼って、使うのがいいんじゃないかな。すごいですよね。これが。ひと夏で、結構キャンプ行く方は、使い切れんのかな。だいたい1個で7、8時間持つって言われてるので、僕みたいに、今本当に注意してくださいって言おうと思ったら、やっちゃいましたけど、これ結構細いんで、こんな感じで、折っちゃう人も結構多いので、僕みたいなガサツな方は、慎重に、これを、こんな感じで、四隅を囲うように結界を張るとよりいいんじゃないかなと思いますので、あとね、もうすぐいいのがこの専用ケース、別売りなんですけど、これがねなんか可愛いんですよ。で、去年とかまではね、これ結構プレネがついてて、アマゾンとかではなんか倍とか3倍ぐらいの値段されて取引されてましたけど、これが別売りですけど、これも何百円確か、1000円しないぐらいだったと思うんですけど、それぐらいで出てるので、専用のこの保管ケースがちょうど50巻入るぐらいのケースがあるので、これに入れて、これはサイトに置いといてもね、なかなかいいんじゃないかなと思いますので、買うときはこれと一緒に買ってみていただければなと思います。そんな感じでお話しさせていただいたんですけども、いかがだったでしょうか。夏キャンプね、暑くて辛い時もありますけど、やっぱお子さんが休みでねキャンプに行く機会も多かったりだとか、機会も多くなりがちですので、対策さえすればね、快適に過ごせると思いますので、今日お話しした道具だったりだとか対策方法だとか、その辺をしっかり頭に入れてね、夏のキャンプも楽しんでいただければなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではよろしくお願いいたします。